こんにちは、しずさです。日本刺繍を始めてみたいという方に向けた動画を作りました。前後編あり、今回は後編になります。前編の動画では、日本刺繍を始めるにあたって揃える道具や下絵の描き方、生地を枠に貼る方法を紹介しました。後編では私がよく使う2つの技法を紹介しながらイチョウの刺繍を完成させます。図案を無料配布していますので、ぜひ一緒に刺繍しましょう。まずは日本刺繍の基本的な部分を紹介します。両手を使う日本刺繍では利き手を上に、反対の手を下にが基本の姿勢です。利き手と反対の手で下から針を出すのは難しいかもしれませんが、慣れてくると自然とできるようになります。針を刺すときは親指と中指で針を持ちます。また、針を引くときは親指と人差し指で持ちます。別の角度から見ると、このようにして針を持ち替えています。針が寝ないように生地に対してまっすぐ刺すことを意識しましょう。まず、針に糸を通して玉結びを作ります。生地の表側から針を刺します。玉結びを表に残したまま、2針小さく刺繍していきます。この2針は後から刺繍して隠れる場所にします。これで糸のほつれ止めになります。縫い終わりも同様です。見えなくなる場所に2針小さく糸を通します。ではここから実際の刺繍工程に入ります。イチョウの葉の部分は菅縫いという技法を使います。広い場面を埋める場合に使うことが多く、日本刺繍らしさを感じる縫い方だと思います。生地の横地の目の方向に対して平行に縫って下へ埋めていく技法になります。縫い始めの小さな2針を縫い終わったところから始めます。1針目は下絵の線上より少し上に出します。下絵を隠すように刺繍したいので、下絵より少し大きめに刺繍することになります。まっすぐ生地の横糸に沿って下絵を少し超えるあたりに針を落とします。2針目は1針目の隣に針を出します。この時の糸と糸の間隔は糸1本を認識できる程度を目安にします。詰めすぎたり間隔が空きすぎないように注意しましょう。これを繰り返して下絵を埋めていきます。下から針を刺す時に利き手を使いたくなりますが、反対の手を使います。はじめはなかなか思い通りのところに刺せないですが、慣れると利き手でするよりもやりやすくなってきます。積
ツンツンと何度か刺していると、ここだというところに針が出ますので、焦らずに挑戦してみてください。少し縫ったら玉結びは切ってしまって大丈夫です。糸が短くなってきたら小さく2針縫って、生地の上に針を出し、糸を短く切ります。新しい糸で縫い始める時も小さな2針からスタートします。最後の1針が縫えたら、糸の中に隠すように留めの2針をします。近くに針を出して糸を切ります。もう1枚の葉っぱと実も同じようにしてすが縫いをします。すが縫いが綺麗に見えるポイントは、糸が平行に並んでいる、糸が詰まりすぎず開きすぎず、一定の間隔で縫われている。糸表面が整っている。3番は縫うことに慣れて余裕が出てきたら挑戦してみてほしいことです。糸は1針刺すごとに少しずつねじれてしまいます。このようにして糸を整えるとねじれが取れてツヤが出ます。イチョウの茎の部分は松井縫いという技法を使います。松井縫いは線を表現するときによく使います。後で隠れるように今回は下絵の線の上に2針縫っていきます。まず1針目は下絵の先端から 2mm ぐらいの位置に出します。この時に下絵の線上ではなく少しずらした位置にします。次に下絵の先端部分に針を落とします。2針目は1針目よりも 2mm 先に出します。下絵をまたぐようにして先端に針を落とします。
3針目は2針目の2ミリ先に針を出し、下絵をまたいで1針目と同じ並びに針を落とします。4針目からは3針目と同様に繰り返していきます。ここで終わりにすると、シュッと消えていくような線にすることができます。先端部分だけ半分の長さで縫って終わると、プツッと切ったような線になります。縫い終わりの2針は刺繍の下に隠します。他の線も同様にまつい縫いしていきます。初めてまつい縫いをする方は、だんだんと針目が短くなってしまいがちなので、目安にしやすいように2ミリと指定しました。あくまでも目安なので必ずではありません。これが基本のまつい縫いですが、1針の長さを調整したり、重ねる本数を変えることで表現できる線が変わってきます。カーブのきつい線や木の幹のようなゴツゴツとした線など、表現できる幅が広い分、一筋縄ではいかない技法です。まずは直線やなだらかな線から練習するのがおすすめです。まつい縫いが綺麗に見えるポイントは、下絵を隠すように下絵をまたいで刺繍する。針目を調整したり、重ねる本数を変えることで様々な線を表現できる。針目が長いと伸びやかな印象に、短いとずっしりした印象になります。重ねる本数が多いと太く、少ないと細い線になります。最後に仕上げの工程に入ります。生地を裏返して余分な糸をカットしていきます。アイロンのスイッチも入れておきましょう。糸の端は3から5ミリほど残して切ります。でんぷんのりを少量手に取ります。見えにくいかもしれませんが、そのくらい少量ずつつけていきます。糸の上に薄く伸ばすようにくるくるとつけます。この時、生地に糊がつかないように注意しましょう。まんべんなく薄く伸ばす感覚でつけるといいです。次に表に返してアイロンを当てます。
蒸気が当たると生地が縮むので、ドライの高温に設定します。当て布をして焦がさないようにアイロンをくるくると動かすのがポイントです。膜から外したら完成です。今回紹介した技法2つだけでも様々な図案が刺繍できるようになります。どちらも基本的な技法ですが、やってみると奥が深く練習のしがいがあると思います。初めから上手にはできないかもしれませんが、練習しているとコツをつかむ時が来ます。この図案はワンポイントでも可愛いですし、つなげてこのように連続模様にしても素敵です。お好きな色でぜひ刺繍してみてください。楽しい刺繍時間を過ごしていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。